皆さんこんにちは、フーディーボーイです。以前こちらの動画で銀座でも5000円前後で食べられるコスパ最強の江戸前寿司を紹介して結構好評だったんですけど、実は大阪でもやってほしいというリクエストもありました。確かに勝手な偏見かもしれませんが、大阪ってコスパにめちゃくちゃ厳しいイメージがあるんですよね。東京だとたくさんお店があるからか、おそらく価格競争も厳しくなってコスパがいいお店もたくさんあるんじゃないかなと思うんですけれども、大阪の場合はお店がたくさんある上にコスパに厳しい文化があるので、東京よりもっとコスパ最強のお寿司屋さんが見つけられるんじゃないかということで、今回は大阪で何軒か回ってきました。なので今回は大阪で予算5000円前後で食べられて、実際に価格以上の美味しさがあると僕が感じたコスパ最強のお寿司屋さんを5軒紹介します。また動画の中身に入る前に、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方でチャンネル登録がまだの方は、今後の動画を見逃さないように登録をお願いします。登録済みの方もぜひ拡散して応援してもらえたら嬉しいです。それでは動画の中身に入ります。1軒目は寿司処貝原さん。ミシュランビブグルマンと食べログ100名店にも選ばれていて、コスパが最強と評判で大人気のお店です。結論から言うと、高級感のあるカウンター寿司体験をお手頃にしたければ絶対に行くべきお店だと思いました。どれぐらいお手頃かというと、なんと3500円でクオリティの高いおつまみから握りまでお任せで提供されます。特に美味しかったメニューをいくつか紹介します。まずは大トロ。こちらは名物メニューで、上に泡醤油という醤油を泡立てたものが乗っています。泡のふわっとした食感の後にサラサラした舌触りを感じます。その後に泡醤油がふわっと包みながらトロの脂が溶け出していき、旨味がブワーッと広がります。旨味の余韻がすごくて、そもそもトロのクオリティ自体が高い上に、泡醤油という面白い一工夫がたまらないですね。次は甘エビ。こちらも名物メニューで、卵黄の黄身を溶かした黄身醤油に絡めてあります。普通の甘エビとは違う濃厚な旨味が追いかけてくる感じで抜群の相性でした。他にもつまみは季節感のあるものが出てきて、こちらの香り豊かなハモと松茸のお椀や、滑らかで旨味たっぷりのタラの白子豆腐や、ほっと落ち着くような上品な旨味と香りのキノコとサワラのあんかけなどなど、抜群のクオリティの一品料理が出てきます。今回はおつまみが3品、握りが8貫でしたが、お金に余裕があってもっと食べたいと思ったらいくつか追加することもできます。この柔軟なスタイルもありがたいですね。またこの価格帯にもかかわらず大衆的な雰囲気は一切なくて、こじんまりとした綺麗なカウンターと美味しい日本酒でゆっくりできちゃいます。なのでデートや会食にももってこいですし、僕のように一人でカウンター寿司を楽しむのもありといった雰囲気です。大阪在住の方やそうじゃない人でもカウンター寿司デビューしてみたいっていう人には特におすすめなので、5000円握りしめてうまい寿司と酒を堪能しに行ってみてはいかがでしょうか。2軒目は中央市場遠藤さん。こちらは大阪市中央卸売市場の近くにあって、新鮮かつクオリティの高い魚で握った寿司がリーズナブルに食べられるお寿司屋さんです。とても人気のようで、食べログでは100名店に選ばれているみたいです。そんな人気の理由がわかるこちらの特徴は3つあります。1つ目が握り方で、つかみ寿司なんて呼ばれているそうです。しっかり握るというより、ふわっと軽くシャリをつかむように握るスタイルになっています。食べてみると、確かにシャリがほろっと口の中で崩れていく食感になっています。また、シャリの温度が程よく温かいので、ほろっと崩れながらふわっと酢飯の香りが漂う感じです。また、ほろっと崩れるつかみ寿司といっても、見ての通り手に取ってもバラバラにはならず、ちゃんと形を保ってて握りとして成立しているので、いい意味で驚きました。2つ目の特徴がインドマグロです。こちらで出てくるネタの中ではダントツで美味しくて一番の売りのようです。見ての通り肉厚なカットで脂が乗ってて旨味たっぷりです。インドマグロといっても目隠しして本マグロと食べ比べてみたらどっちか当てられないぐらい美味しいと思います。また実はインドマグロは絶滅危惧種で貴重なのですが、少しでも安くこの美味しいマグロを味わってほしいという思いがあって、必ず一皿に1貫はマグロを入れるようにしているそうです。3つ目の特徴が自らハケで醤油を塗るスタイルです。この醤油が創業以来の継ぎ足しだそうで、ネタに直接ハケをつけることで魚の旨味や脂が醤油に行き渡って美味しい醤油がお客さんの手によって出来上がるという仕組みだそうです。確かに醤油だけを一滴味わってみたらわかるんですが、だし醤油のようで普通の醤油にはない旨味を感じます。ちなみに注文の仕方も独特で、一皿5貫ずつで1320円をお任せで頼んで、足りなかったらもう一皿違うネタが出てきてお任せみたいな頼み方が基本のようです。お任せといっても好き嫌いがあればお好みで調整してくれるようです。こちらのお店は市場の近くということもあって朝5時から2時まで営業しています。なので僕のように大阪で朝ごはんってどこで食べたらいいかわからないなんて人には朝ごはんとしてもおすすめですね。3軒目は次年さん。こちらは独創的なネタ
タが人気な街のお寿司屋さんです。大阪でわざわざ寿司を食べるなら、そこにしかない唯一無二的なものを食べたいよねという人はこちらに行くことをお勧めします。というのも、なんといってもこちらの名物のうなぎバターという変わり種を楽しめるからです。一見写真を見ただけでは胃もたれしそうで本当に美味しいのか疑問を持つ方もいるかもしれません。ですがこれがバターの脂っぽいしつこさが全くなくて抜群の相性でした。ちゃんとうなぎの旨味もあって、その旨味と甘いタレの味わいを邪魔しない程度にふわっとバターが香るような感じです。また温度が素晴らしくて、提供されたてはバターがしっかり固形を保てている程度なのですが、口に入れるとすぐにふわっとバターが溶けてなくなり、うなぎと混ざってくれます。この唯一無二のうなぎバターがあるというだけで、こちらのお店は一度は行く価値がありだと思いますが、他にも変わり種で美味しいメニューがいくつかありました。例えばこちらのベニトロは炙った上で塩で味付けしてあります。炙ってあるからか油が表面に溶け出していて、食べたらすぐに油の旨味を感じられます。またこちらの中トロ炙りはポン酢とおろし大根で味付けしてあって爽やかな味わいになってます。同じ炙りでもこちらは片面だけ軽く炙ってあるみたいなので、溶け出している油の旨味がすぐに感じられてうまいっていうよりかは、炙っている部分と生の部分の対照的な味わいが楽しめるといった面白い一品です。メニューを見ると他にもフォアグラやセロリといった変わり種があるようですが、ちょっとお腹いっぱいで断念してしまいました。ちなみに超人気店でお昼時は大行列でしたので、時間のない人は時間帯をずらしていくことをお勧めします。特に土日は昼から夜まで通しで営業されているそうなので、この変わり種お目当てだけだとしてもサクッとおやつ感覚で食べに行ってみるのはいかがでしょうか。ここから2軒は特別に取材依頼を受けて行ってきたお店の中から実際に僕が本当に美味しいと思ったお店に絞って紹介します。4軒目は宮川さん。こちらはこの車エビのサムネを見て、大阪にあの有名な天本さんのエビがあるのって思った方もいるんじゃないでしょうか。残念ながら天本さんとは関係ないのですが、それを彷彿とさせる置き方に思わずおーと声が出てしまいました。そんなこちらのお店ですが、大阪では珍しい江戸前寿司が売りのようです。それもあってか流行りの赤酢を使っていますが、ちょっとシャリに甘みも加えて大阪の人の舌に合うようにアレンジされているそうです。東京の江戸前寿司と同じ味付けだとしょっぱいと感じてしまう人もいるみたいですね。甘みが加えてあるといってもネタの旨味はしっかり引き出されていて、シャリの甘みは多少感じるぐらいなので、旨味を感じられるバランスに調和されているのがいいなと思いました。また江戸前寿司ってどういうことなの？赤酢のシャリを使ってたら江戸前寿司なのって思った方もいるかもしれませんが、そういうわけではありません。素材の旨味を引き出すために昆布締めしたり酢締めしたり、いろんな仕込みをすることが一般的には江戸前の技術と言われてますね。そんな江戸前の技術が顕著に現れていたのがこちらのホタテの炙り。こちらは塩水締めした後に5秒だけ湯通しして脱水シートでさらに余計な水分を抜く作業をした上で炙っています。それもあってか表面のぬめっとした感じは全くなくて、もちもちプルプルといった食感で貝の甘みが全面的に出ています。江戸前といってもこちらのお店の握りは古典的な感じではなく、昆布締めしたこちらのマダイには木の芽を挟んで爽やかなアクセントを含ませたり、マグロの上にはからしを乗せてみたり、独創的な一面もあって楽しいです。またこれだけしっかりした握りが8貫、他に小鉢、焼き物、茶碗蒸し、汁物が合計12品ほど出てくるランチコースで、なんと5500円です。ちなみに冒頭の車エビは5500円のコースだと追加になりますが、もう少しお高いコースだと出てくるようです。大阪風にアレンジした江戸前寿司をお手頃価格で堪能してみたい方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。またこのチャンネルの視聴者の皆様だけ特別にフーディーボーイの YouTube を見たとお店の方に言ってくれたらドリンクを1杯無料にしてくれるそうです。5軒目は寿司横田さん。こちらは東京でミシュラン一つ星を獲得している天ぷら横田さんがお寿司屋さんとして大阪に進出したお店です。それもあってか寿司と天ぷらの両方を食べられるのが特徴的です。僕は夜しか伺えなかったので14,000円のコースをいただきましたが、こちらもお昼は5500円のお手頃な価格帯のコースがあって、エビとアナゴの天ぷらに加えてお寿司が6貫と小鉢、茶碗蒸しと巻物、汁物が出てきます。こちらのアナゴの天ぷらは特徴的で、普通に揚げたわけではなく揚げ出し豆腐のようにお出汁に浸って出てきて少しプルプルな食感の衣が味わえます。また茶碗蒸しにはクリーミーな白子が入っていて、出汁の味がしっかりした茶碗蒸しと絡まって抜群に美味しかったです。こういった一品一品が美味しいとお酒が進むので夜に行くのがおすすめかなと思いました。また握りのネタは全国から集めているのもあってかクオリティが高いです。例えばこちらのサンマは北海道のもので脂が乗ってます。またこちらの和歌山のカツオはケンケンカツオという1本ずつ釣り上げた良質
なもので、酸味や鉄分っぽさがなくて脂の乗ったまろやかな味わいです。他にもウニは北海道利尻の明板を使っていない生紫ウニで、旨味がとても強くて苦味が全くありません。ちなみに東京から出てきているというのもあってか、こちらでもシャリは赤酢を使っています。こちらのお店もこのチャンネルの視聴者の皆様だけ特別にフーディーボーイの YouTube を見たとお店の方に言ってもらったら、ドリンクを1杯無料にしてくれるそうです。まずはお手頃なランチコースからでもプチ贅沢にぜひ行ってみてはいかがでしょうか。以上が大阪でおすすめのお寿司屋さん5選でした。銀座編と同じような価格帯でしたが、銀座よりも大阪ならではの独創性がどのお店にもあってとても楽しかったです。美味しそうだな、行ってみたいなと思った方は高評価やコメントをお願いします。それではまた。